皆さんこんにちは、かよです。今回は6月7月に出会ったお気に入りアイテムをふんだんに使ってメイクアップしていきたいと思います。もうね、あっという間にもう今すでに8月なんですけど、すいません遅くなりました。6月は上半期ベスコスがあったりしたので、それもあってね、上半期ベスコスっていう形でお気に入りを紹介してたから、6月お気に入りっていうので1本動画にしてなかったんですよね。で7月はちょっともう終わっちゃったので、今回は2ヶ月この2ヶ月で出会って愛用してたりとか、新作じゃないものもあるんですけど、改めて使ってみてすごい気に入ったアイテムとかも含めて、リアルに私が最近一番普段使いで使っている子たちをギュギュッと詰め込んでみました。よかったらね参考にしていただけたら嬉しいです。そう、雑談も結構今回たくさんしてるので聞いてくれたら嬉しいですということでどうぞ。カフェラテも用意しました。ちょっとカメラの設定もいつもと変えてみました。なんかもうちょっと色味が色味飛んでる感じがしてブルーっぽく光っちゃってたので、どうかな、もうちょっと色を足すようなそんなカメラの設定にしてます。はい、ということでやっていきます。パチュイテのブライテストマルチプロテクションデイエマルジョン A 朝用乳液を使っていきます。こんな感じで、そんななんていうんですか、みずみずしすぎて垂れてくるっていうほどでもないし、だからといって硬くて重いっていう感じでもなくて、伸ばしやすいクリームテクスチャーですね。朝用クリームって私混合肌で、特に今夏だしね、なるべくクリームを避けたい、すぐにテカる、重たい、よれるみたいな感じで、もう本当にクリーム得意じゃないんですけど、これは下にね仕込んでも汚くよれたりとか重たくなったりとか、毛穴が蓋されたっていう感じに全くならずに、本当にお肌が整う感じで、変にうるうるになる感じがないので、その上にのせる下地とかファンデーションとかをすぐにのせれるんですよね。吸収するまでに時間がかかるクリームとかだと、ちょっと朝使うの時間かかるとさ億劫じゃないですか。でもこれはわりかし広げていくと伸ばしにくいわけじゃないんだけど、すぐにフィットしてくれる感じで、そうなのですごく時短にもなるクリームだなと思って愛用してました。はい、そしたら次こちらじゃん、ポール&ジョーのモイスチャライジングプライマー01番です。今倒しちゃったから使ってるけど線が見えなくなっちゃったけど、結構私これ使ってます。やっぱり良くて、もともと大好きだったんですけどリニューアルされてより良くなったっていうことで、これをやっぱ何も考えずに使える美容液下地っていう感じで、本当により滑らかになりましたね。別にすごく浮きすぎるほどのトーンアップ感でもなくて、伸ばしていくと馴染む感じなので、私はこれが大好きです。結構ね、美容液成分たっぷりで保湿力ありすぎると、それはそれでまた私は混合肌なのでよれちゃうかもって思うんですけど、これはどんなファンデーションとかと合わせても比較的喧嘩しづらいし、相性悪いものがあんまりなくて、これを使ったからといって変によれたなっていう感じもしないので愛用してます。ちょっとまだ先の発売なんですけど、もうすでに試してて感動したのがこちらがエレガンスのモデリングカラーベースです。肌補正メイクアップベースということで SPF 効果もあるんですけど SPF25PA2+ ということで日焼け止めとしても使えるし、私的にはイエローをこの目の下あたりとかくすみが飛ばせると嬉しいゾーンに仕込むと、すごくお肌が綺麗に見えて、ちょっと時間がある時はぜひともやりたい一手間だなっていう感じ。コンシーラーとかでここをカバーするのももちろんいいんですけど、やっぱコンシーラーよりも下地の方が軽いテクスチャーですし、やっぱこの上からまたファンデーションをのせることでよりね馴染むというか、変にそこだけカバーしてますっていう感じで浮きすぎなくてよくて、でこれもまたゆるゆるしてしすぎてるテクスチャーじゃなくて、割とフィット感も早くフィットしてくれるので結構私の中で朝パパパパパーってメイクしたい時になじませて待ってとかさ、その時間がちょっとさ、そうした方が絶対綺麗になるっていうのは分かるんだけど、でもちょっと早くしたいなっていう時にすぐにスッとさ、ずっとベタベタしてたりせずに
馴染んでくれるっていうのが私の中で結構大事ポイント。この目の下とかにイエローをのせるのもおすすめです。嫌なくすみは飛ばせるんだけど、なんか全部が全部フラットにするほどのカバー力はないから、程よくカバーできて隠したいとこだけ隠せるので、こういう使い方すごいいいと思います。めっちゃ綺麗になったでしょ。ちょっと毛穴カバー効果とかもある感じ。なんかここら辺が今荒れてるんだよね。なんでなんだろう。まあそういう時もあるよね。次やってきますなんだっけ、ちゃんとした名称があるはず。オールデイグロークッションフィット、ちょっと待って長い、どれが正式名称なのか。オールデイスキンフィットパールグロークッションです。これ本当になんかめちゃくちゃ新作とかではないんですけど、ちょっと前ぐらいにゲットしてて、でこういう使い心地なんだと思って、ゲットした当初は 1,2 回使ってみて、なんかこうパール系でさ、ツヤの出るクッションっていうことで、そういう気持ちで使った時に思ったよりはツヤ出ないなっていう印象で、なんか可もなく不可もなくかなって正直思ってたんですよ。別に悪いわけじゃないけど、ツヤっていうほどではないかなとか思ってたんですけど、改めてこう持ってるクッションいろいろ使ってみようと思ってこれを使った時に、時間が経ってもすごい綺麗だし、ツヤツヤって言われるクッションからしたらそこまでではないんですけど、私の体感でもなんかこうちゃんとずっと続く綺麗さ、なんか大人のツヤ感っていう感じっていうのかな、なんかこう若いツヤツヤプルンプルンっていう感じではないんですけど、持続力のある大人なツヤ感が出せて、でちゃんとね、なんかクッションのなんかテーマ自体も結構 PDRN が配合されていたりとか、20代後半の方が使ってもエイジングケアをしたい方とかが使ってもすごくいいよっていうような、そんなクッションのテーマになってて、だから私の今のお肌にも合ってるのかなみたいな。私も今年28なんですけど、栄養もしっかり取りたい、ガチガチに作り込むっていうよりかは自然なツヤも欲しいけど、ツヤツヤすぎてよれちゃうのも嫌だみたいな、そんな私の気持ちに割といいじゃんっていう感じで、なんか何回か使ってどんどん好きになっていったクッションなんですけど、この夏結構頻繁に使ってるけど、一度もなんか今日は相性悪いなっていう日がなかったので、お気に入りに入れようと思って持ってきました。もう使い込んでるので結構汚れてるんですけど、マジで気に入ってます。割となんか明るすぎずに使いやすいです。なんか別にマットにはならないけど、なんかツヤツヤっていうほどではないって私は思ったんですけど、どうですか。でも自然なツヤはあるよね。でカバー力もツヤファンデの割に高いのに、ちゃんとそれが綺麗にキープされてて、でなんかね、栄養成分もたくさん入ってて、すごく美容液クッションって書かれてました。PDRN が特に注目っていうかメインの配合されてる主役成分っていうのかな、なんですけど、他の成分もいっぱい入ってますね。結局さ、多分さ、油が出やすいのってインナードライから来るものだと思うんですよね、私自身。なのでちゃんと内側の成分はキープしてくれるような、そんなクッションだからこそよれにくいんだろうなって。保湿力あるけどそれが嫌な悪さをせずに綺麗にキープできてるコツなのかなって、コツっていうかそういう理由でよれにくいのかなって思ってるので、なんか私と似た肌質の方、混合肌の方とか、ちょっと乾燥インナードライ寄りの方とかでも保湿力あるクッションなのでおすすめです。なんかこっちじゃなくてさ、ピンクのパッケージの方が有名だと思うんですけど、私的にピンクの方も使ったことあるけど、こっちの方が断然気に入りました。よれにくかった。パウダーはやっぱり安定のこちらですね。安定のライトリフレクティングプリズマティックパウダーです。04852番使います。これ透明感引き上げてくれるようなカラーで、結構ここ最近の限定のこのパウダーの中でも私はこれかなり気に入って使ってます。自然な透明感が出てくれる感じですごく馴染みやすいです。なんかいろんなパウダーをね試すんですけど、
やっぱりこうメイクし終わって 1,2 時間した後こう肌を触ったりとかするじゃないですか。よれてないかなとかさ、どうかなって見た時に、なんかやっぱりお肌がサラサラじゃないと、やっぱ混合肌だからか分かんないですけど、なんかすぐよれそうみたいな、汗かいてるかなみたいな、もう油出てるかなみたいな不安になっちゃって、サラサラにしたくなっちゃうんですよ。結局他のパウダーを使った日だとしても、なんかこのNARSのパウダーを追いパウダーしたくなるんですよね。わかりますかこの気持ちなんかいつの間にか設定が1個明るくなっちゃって、めっちゃ飛んでたかも。ごめんなさい。カメラのさ、こうあれを整えるのって結構難しいんですよね。もう長いことやってるんですけど、動画未だに全然分かってないですね。はい、勉強しますサラサラで安心します。本当に完成です。この夏崩れにくくしたい時はこれをやってますね、私的に。でしたら、気づいてくれてる方も多いと思うんですけど、眉毛はこちら、シュエムラのニードルブローを使っていきます。やっぱりここ 1,2 ヶ月で出会った中の新作のアイブロウでは一番使ってました。すごい折りにくいしね、こんなに細いのに、すっごい細くて1本ずつかけるのに折れにくいので、もちろんめちゃくちゃ出したら折れるとは思うんですけど、まだ1回も折ってないですね。でなんかすごい芯が柔らかいわけでもないけど、でもなんかすごい硬いわけでもなくて、でなんか力をそこまでこう本当に手をフラットにさせて、さっ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 て描くだけで綺麗に描けます。なんか今の眉はそんなにこうがっつりしすぎてる眉を求めてる人少ないと思うので、私もそんなにキリッとっていう感じじゃなくていいかなっていう気がするので、ちょっと開いてる穴を埋める感覚で1本ずつ描いていきます。若干左右差はあるんですけど、ここがさそもそも違うから、でもしょうがないよねって最近思ってます。なんかさ、完璧を求めてたら疲れちゃうよねっていう、もう受け入れて、美とかもさ、もちろん高みを目指していきたいけど、完璧を求めすぎたらそのギャップ、自分の理想と現実のギャップに疲れちゃうので、頑張ってるよねみたいな眉毛苦手な方にもおすすめで、こんな感じである程度描いたら、ちなみにこのカラーはウォルナットブラウンです。髪色を暗くしたので、もうちょっと暗い色でもいいんですけど、前髪があるからやっぱりかぶせるとちょっと眉毛濃く見えちゃうんで、1個2個ぐらい薄く仕上げて、なんかちょうどいいかなって思います。したらハイライトは安定にこの子ですオフラ、なんかオフラ以外使っても結局追いオフラしちゃうので、もう初めからオフラっていう感じになってるんですけど、このシュガークッキーっていうカラーが最高に綺麗です。最近ね、なんかいろんなお仕事をなるべくこう自分の中でやってみたいなって思ったら引き受けるようにしてるんですけど、メイクさんのお仕事も頑張って見てまして、お誘いいただいたらなんか6人ぐらいの方にメイクしたんですよね。なんかその時にハイライトこれを使ったら結構これどこのですかとか、なんかこのハイライトがメイクしてる時に一番聞かれました。いいと思うなんか色もちょうどいいんですよね。ちょっと色ついてるんだけど浮かないカラーで、なんか浮いちゃうカラーもさあるじゃないですか。こんな感じでシェーディングはこっちとか言ってMAC のスカルプとグローデュオハイライト&コントゥアパウダーのこっちを使ってます。これ結構さ硬くプレスされてて、両方結構使ってるんですけど、未だに柄が消えない。ちょっと消えてるけどすごいなんか MAC の商品ってさ、ライトスカペードのハイライトもそうですけど、プレスが硬いのか結構使っててもなくならないっていう
気がしませんかなんかこのシェーディングとハイライトもそんな感じで、なんかこれを土台で使った後にオフラとかもします。正直ハイライトはこっちに入ってるのはダブルグリームなんですけど、私的にダブルグリームよりもオフラの方がよりツヤが出るっていうか、自分の好みのツヤが作れるかなとは思うんですけど、シェーディングは結構これがめっちゃ自然で、なんか赤黒くなるわけでもないしくすみすぎるわけでもないし、本当に影色っていう感じで使ってます。このままノーズシャドウはね結構ねセザンヌ使うことも多いんですけど、これも好きだけど、でもやっぱパウダーの方が夏はよれにくい気がしちゃう。もう本当になるべくよれないように頑張ってます。なんかもっといろんなお仕事したいなと思いつつ、いつかねなんかもっと練習が必要なので、そんなすぐには叶えられないと思うんですけど、視聴者さんにマンツーマンで教えたりとか、そういうことをしても楽しいだろうなとか、なんかねどういうことをしたいかなって今いろいろして模索してる時期ですね。なんか YouTube もすごい楽しいんですけど、ずっと続けていきたいけど、なんか柱がもう一個あってもいいのかなって、そっちの方が心も安定するしやる気も出るかなみたいな。なんか心が不安定なわけではないんですけど、やっぱ YouTube だけとか SNS だけよりなんかやった方がいいかもっていう気持ちに今一周回ってなってます。もう5、6年やってるからさ、なんか一旦別のことやってみるのも楽しいかもなって。やっぱ人間さ、いくらやる気があって好きなことでも6年ずっと同じような状況で続いてたらやっぱ変化を求めたくなりますよね。もっとこの YouTube 自体とかがどんどんこうね変化して活かせられればいいですけど、結構こうゆっくりなペースで進んでいるので、それでもね見てくれてる方がいるだけで続けたいなと思うんですけど、そう思ってます。だからなんかSNS 運用代行とか、メイクのお仕事もそうですし、なんかこう頼んでいただいたらとりあえずやらせてもらえるならぜひみたいな、そこからまた自分が興味あることとか、これできるとかこれ好きって思ったことどんどん磨いていけたらいいなっていう、そんな気持ち。シュエムラの 3D チークメイトアンズゼリー使っていきます。これマジでなんかね色もちょうどいい発色だし、本当に立体的な自然な仕上がりになるチークで、私はこれすごい気に入りました。イエベハルさんに使いやすい。なんかまずこっちでちょっと高い位置にふんわり、もうどんなのせ方しても失敗はしないんですけど、私的にはちょっと高い位置にこれをのせて、でもねこれだけじゃないの、今日はちょっと重ねチークをしてグラデっぽくしたいので、もうねめっちゃ気に入ってるチークが最近ねすごい気に入ってるものが多くて、チーク好きってなってるんですけど、昔はノンチークとかしてて、結構アイシャドウとリップがメインが好きだったんですけど、最近やっぱチーク欠かせなくなりましたね。こんな感じでやったら外側にこっちの方ですね、こっちも結構茶色に見えると思うんですけど、実際のせると血色感もあるので、もちろんシェーディングとしても使えるように作ってくれてるんですけど、私的にはチークのなんか延長線というか、ちょっと濃く入れたいところに足してあげる。結構でもなんか優しい発色なので、シューってもっとさこう濃いイメージかなと思うんですけど、これ本当に使いやすいです。こんな感じで OK です。したら結構本命なんですけど、使いすぎてちょっと汚いまであるんですけど、飛び散りすぎナーズのブラッシュ N の960番です。こんな感じでピンクカラーなんですけど、なんか透明感が爆上がりするカラー、こんな感じでゴールドラメなのかな、なんかシルバーのようなゴールドのような、でもなんかどっちにも振り切ってないような柔らかいラメがずっしり入ってます。なんかどんなチークの上からでものせるとめちゃ漏れますびっくりしちゃう。こんな感じでちょっとハイライトゾーンにめがけて
のせてあげます。鼻の下にもめっちゃ可愛いのこれ。ほんとこれ使うと褒められるので、今日メイクいいねって言われるので、これのおかげなんじゃないかなと本当に思ってる。ちょっと目の下とかに立体感マシマシでお送りしております。アイシャドウ迷ったんですけど、このアディクションのねザ・アイシャドウパレット101番、これも結構使ってて気に入ってはいたんですけど、まあでも言うて攻めのメイクしたい時にこれを使うっていう感じで、なんかいろいろ使ってるんですけど、本当になんか前気に入ってたの改めて使ったりもしたし、トゥーフェイスドとかさ、一周回ってハマったりとかしてる時もあったりとかしたんですけど、最近買いやすい中でめっちゃいいなと思ったのがデイジーク。特にこの2つ、なんか結構前にこっちを使ってて、なんかちょっと柔らかい3番と5番か、こう柔らかい系めっちゃ可愛いんですけど、私にはこれだけで仕上げると物足りないなっていう風に思ってたんですけど、なんか韓国のアイシャドウパレットは柔らかすぎだなと思ってたんですけど、このカラーとこのカラーちょっと1個ずつ紹介すべきだよね。まずじゃあこっちローズペタルっていうカラー、これもすごいラメも綺麗だし発色も良くて気に入ったのと、こっちが11番ですね。11番のカラー、これもすごく満足度高いヌーディー系が多い中で、ここら辺を使うとかなり盛れるなっていう感じでいろいろミックスして使ったりしてたので、ちょっと今日はここら辺でメイク仕上げようかなと思います。02番の方使っていこうと思います。暗くしたから余計になんかこういうカラーが映える、ちょっと赤っぽいカラーっていうか、っていうことで、まずここのカラー使っていきます。ちょっとずつのせます。なんか子供の頃にさ、お母さんのアイシャドウパレットとか勝手に触らせてもらったりとかさなんか小学校中学校かな小学校かなぐらいの時に100円ショップとかで自分のお小遣いでアイシャドウパレットとかさ、当時はさ、今こそ100均のアイシャドウパレットって超優秀ですけど、当時はやっぱ何この色みたいな不思議なカラーバリエーションのアイシャドウパレットとかだったから、なんかアイシャドウって難しいなとか思いながら頑張ってグラデーション作ってみたりとか、学校はもちろんメイク禁止だったから中学校の頃とかだからしていけなかったけど、学校終わりによくやってました。当時アメーバブログとかが流行っててさ、何急に懐かし話してんのって感じなんですけど、そのアメーバブログとかに今日のメイクとか今日のファッションみたいな、もう大体さ中学生なんて毎日制服なんですけど、わざわざ学校から帰ってきたら洋服に着替えて今日の洋服みたいな懐かしい。もうなんかその頃からずっとなんか別になんていうの、お金のためにとかそういうの置いといて、多分心から好きなんでしょうねそういう服とかメイクとかで、それをみんなに共有して、あ、それどこのですかとか、これそれいいですねとか、参考にしますとか、そういうのが嬉しかったんでしょうね、昔からはい、懐かし話でした。したらこことここをちょっと混ぜて、二重幅広めにのせていきます。もうすでにいい感じここのカラーを目の下にのせてきます。なんか本当にどれも発色が良くて普通に嬉しい最近は1個のパレットじゃなくていろんなパレットから色を持ってきたりして遊んでますね。まあでもみんなにさこうやって紹介するときは、このパレット1つ買えばこのメイクできますって言った方が、まあ、真似しやすいし分かりやすいなって思うので、まあ、YouTube ではそんないろいろ使いまくるっていうのは果たして参考になるのだろうかって思っちゃうんですけど、でもいろいろ使うの好きです最近。したらここのカラーがめっちゃ可愛いので、ここを目の際にのせます。目の際をキラキラにしたい人生ですね。結構白に近い色でキラキラにするのも好きなんですけど、やっぱピンクに近い色の方が馴染みやすい。なんかこっちの涙袋の方がいつも光が入りやすいんだよな。なんでだろう、目の形的に同じようにこっちにものせてるんですけど、いつもこっちの方がキラって見える。
涙袋が出てるのかな、こっちの方が。したらここのカラー、ここもキラッキラがすごい可愛いので、これを中央に入れて、めっちゃ可愛い。気持ちいいオーガズムカラー寄りですね。もうちょい赤いけど、こっちの方がなんか涙が出てくるんだけどやめてもらえますか、よれますしたらちょっとぼかします。ぼかして一番最初に使ったカラーに戻ります。このカラーでなんか再度ちょっと全体的にふんわりなじませていきます。これをすることで一気になんかメイクうまく仕上がった人になるんですよねなんか結局こうアイシャドウの段差とかグラデーションがあんまりこううまくいってないとちょっとこう浮いちゃうので、最後一番明るいカラーで本当に周りをぼかすだけで本当にメイクがワンランクアップすると思います。この締めカラーを混ぜて、レージークいいですよね。はい、アイメイクこんな感じで完成です。ちょっと今日この子だけでメイクしたんですけど、こっちもねまたブラウン系のメイクで使いたい。でもまあ今日はこれでもう満足したのでこのままいきます。またもう足しびれちゃうのがどうにかしたい。マスカラこちらマジョマジョのラッシュエキスパンダークジャクロング BR666 番、これを最近一番使っているのでこれで上げていきます。なんかこれがねダマになりにくくて自然に綺麗に仕上がるので、セパレート力もすごいし、なんかこれで一旦土台を作ってからもっと盛りたいとか、どちらかといえばセパレート力とロング力が高いので、ロングにしてからボリューム出したかったら別のマスカラ上から塗ったりとかして調節してるんですけど、一旦これで繊維とかも入っててすごい綺麗に伸びるのでロングにしてます。ちゃんとまつげがこの二重幅より上がるので、全然マスカラ塗ってなかったら二重幅飛び越えないのでしっかり伸びてくれてます。はい、最近流行ったリップといったらっていう感じなんですけど、このシャネルのリップがやっぱ可愛かったですね。はい、なのでちょっと今日はこのルージュデュオウルトラトゥニュ174番エンドレスピンクを使いたいと思います。でもね結構ねマットなので乾燥、唇の調子がいい時じゃないとちょっと乾燥感じるこんな感じでちょっと待ちます。でその間こちらグロープレイクッショニーブラシペッパー、リップにもチークにも使える、もう人気のアイテムだと思うんですけど、この真っ赤これ持ってたんですけどちょっと赤いなと思ってあんまり使えてなかったんですけど、髪の色をちょっと暗くしてちょっとポイントにどうかなと思って一回使ったら、ほんとちょっとでいいんですけどだいぶ可愛かったんですよ。こんな感じでこれが可愛い。でもこれちょっとずつのせれば全然その真っ赤っていう感じでもないので普通に使いやすいです。リップにも内側に仕込んで、でこっちのグロスをのせます。結構私はグラデーションリップが好きなのでこのシャネル好きなんですけど、これ使うとさなんかこれ1本で仕上げないといけない気がしちゃってグラデーションが楽しめなくて悲しかったんですけど、グロス塗る前に重ねちゃえばいけるよねっていう感じで。はい、じゃあちょっと髪の毛整えて戻ってきたいと思います。バイバイ。はい、ということで6月7月に出会ってめっちゃ気に入って愛用していたアイテムでフルメイクしてみました。いかがでしょうか。はい、なんかね7月の終わりあたりに黒髪にしたのでベースとかはもちろん
67で特にめっちゃ気に入って愛用してたアイテムなんですけど、アイシャドウとかリップとかチークはまた黒髪でも相性のいいものをまたピックアップして紹介してみました。これチークとかもシューのチークとかも大好きだし、マックの最後にのせたチークとかもすごくねやっぱ可愛いです。ということでね、もうねぶっちゃけ8月ですよね。そうなんですよ、すいません6月7月っていうことであっという間に終わっちゃって、もうびっくりしてるんですけど、8月もね楽しんで夏、この2025年の夏も楽しみながら頑張っていけたらいいなと思います。なんか変なところから毛が出てる。はい、ということでこの動画がいいなと思ってください。はい、ということでこの動画がいいなと思ってくださいましたら、チャンネル登録、高評価、コメントぜひぜひお待ちしております。またインスタグラム、ツイッター、TikTok やレッドなどもやっているので、よかったら遊びに来てください。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。